こんにちは、アリアです。前回は、アトランティスの崩壊と、移民の行方、そして、縄文人の生活と精神性について、お話ししました。今回は、そうした精神性の背後に潜む、知識と技術の痕跡に、焦点を当てていきます。また、後半では、AI 技術をはじめとする、現代の発展に触れ、アトランティスのように、崩壊しないために、私たちは、どうすべきかを考えていきます。ぜひ最後までお付き合いください。縄文文明には生活や精神性だけでは説明できない不思議な痕跡がいくつも残されています。それは単なる狩猟採集社会を超えた知恵であり、アトランティスの崩壊を生き延びた人々が持ち込んだ知識の名残だと考えることができます。その代表例がストーンサークルです。日本各地で見つかる巨石の配置はただの採石場ではなく天体観測に用いられていました。石の並びは夏至や冬至の日の出や日の入りに正確に対応し、太陽や月の動きを追跡できるよう設計されています。これは偶然ではなく高度な天文学的知識を持つ人々が伝えた技術の証と言えるでしょう。さらに縄文人が暦を意識して生活していたことも注目すべき点です。季節ごとの採集や狩猟のタイミング、祭祀や儀式の時期を定めるために、星や月の動きをもとにした独自の暦が存在していたと考えられます。こうした精密さは、アトランティスで発展した力学や天体観測の伝統が断片的に受け継がれたものかもしれません。また、縄文の人々が言った航海術も見逃せません。縄文時代にはすでに外洋を超える技術があり、黒曜石や貝製品が遠く離れた地域に運ばれていました。海流や星を頼りに航路を見極める知恵はアトランティス人が持っていた航海技術の痕跡だと考えられます。彼らは自然と協調しながら移動していたのです。アトランティスの伝承には巨大なクリスタルを用いたエネルギー操作の技術が語られます。縄文に同じ規模の技術は残されていませんが、石や岩を配置してエネルギーの流れを整えるという発想は共通していました。クリスタルの代わりに身近な石を使い、自然の力を損なわない範囲で調和を図ったのです。黒曜石や翡翠を通じて実際に遠方と交易を行っていましたが、同時に彼らは心の声を通わせる能力も持っていたと伝えられています。言葉に頼らず、感覚や波動で意思を共有する力、争いを避け、調和を重んじる社会を支えたのは、こうしたテレパシー的な交流だったのかもしれません。これはアトランティスの失敗を踏まえた新しい技術との向き合い方だったと言えるでしょう。重要なのは、これらの知識が権力や支配のためには使われなかったという点です。アトランティスでは知識が肥大化し、やがて文明を崩壊へと導きました。しかし縄文では、その断片が生活を整えるために応用され、自然と共生するための知恵として生かされました。環状列石は星を読み取るだけでなく、人々の祭祀や祈りの場でもありました。航海術は遠くの人々を結びつけ、交易や交流を生みました。暦の知識は季節の循環を尊び、自然とのリズムを整える指針となりました。すべてが自然と共にあることを前提に用いられたのです。こうして縄文はアトランティスの英知を単純に模倣するのではなく、自然と心に寄り添う形で再構成しました。暴走した文明の教訓を踏まえ、知識を調和に生かすという新しい答えを示したのです。縄文文明を見渡すと、そこには宇宙を見上げながら地に根ざすという独特の姿勢が感じられます。これはレムリアが象徴した自然との感性とアトランティスが残した知識が結び合った結果でした。縄文はその融合を通じて人類に新しい未来への可能性を示した文明だったのです。私たちが生きる現代はかつてないほどの科学と技術の進歩を遂げています。AI、遺伝子操作、
宇宙開発、エネルギー工学、数十年前には想像でしかなかったことが、今では現実となりました。しかし、この姿は、どこかで見覚えがあるものでもあります。それは、アトランティス文明の末期に酷似しているのです。アトランティスは、高度な技術を誇りましたが、その力を権力や支配に偏らせた結果、自然との調和を失い、最終的に崩壊へと至りました。現代の私たちもまた、技術の進歩を誇りにしながら、その裏で自然を犠牲にしています。気候変動や環境破壊、資源の乱用、経済格差の拡大、こうした現象は、まさにアトランティスの末路を思い起こさせるものです。けれど、人類は、ただ過去を繰り返すために存在しているのではありません。縄文の人々が残した記憶は、現代に生きる私たちへのヒントとなります。彼らは、技術や知恵を持っていながら、それを支配や利益のためではなく、自然と心を整えるために用いました。その姿勢は、現代の私たちが取り戻すべきものではないでしょうか。縄文社会の特徴の一つに、分断のなさがあります。大きな階級差がなく、互いに分かち合う文化が営まれていました。現代の社会はむしろ逆で、分断や対立が深まっています。しかし、違いを排除するのではなく、多様性を受け入れて、共鳴を選ぶというあり方は、これからの世界に必要な方向性だと言えるでしょう。また、縄文が示した持続可能性も重要です。彼らは森を切り尽くすこともなく、海を荒らし尽くすこともなく、必要な分だけをいただき、自然に循環を返しました。現代社会は大量生産と大量消費を前提に動いていますが、もしこのまま進めば、資源の枯渇は避けられません。縄文的な循環の発想は、未来を作る上での鍵となるはずです。では、現代の私たちは、どう選ぶべきでしょうか。技術そのものを否定する必要はありません。AI も科学も、私たちの暮らしを豊かにするために生まれてきた道具です。問題はそれを何のために使うかということです。経済的利益や権力の強化のためにだけ使えば、それはアトランティスの再現になります。しかし、もし心や自然との調和を深めるために使うならば、技術は人類を導く光となるでしょう。未来は定められてはいません。私たち、一人一人の選択が積み重なり、社会の方向を決めていきます。日常の小さな行動、食べ物をどう選ぶか、自然にどう関わるか、人とのつながりで何を大切にするか、その積み重ねが大きな文明の行方に影響を与えるのです。現代が抱える課題は大きく、時に圧倒されることもあります。しかし、縄文の人々が残した知恵を思い出すとき、私たちは必ず別の道を選べます。アトランティスのように崩壊の道を歩むのか、それとも縄文のように自然と調和しながら技術を心のために使う新しい文明を築くのか、その答えは今を生きる私たち自身に委ねられているのです。私自身も自然に触れる時間を意識的に持つようにしています。例えば、外出の帰りに少し遠回りして公園の木々の間を歩いてみる。それだけでも心が落ち着き、新しい気づきが生まれることがあります。そんなささやかな体験の中に、縄文人が大切にした自然と共鳴する生き方に触れている感覚になります。未来は誰かに委ねられたものではなく、私たち一人一人の選択の積み重ねから形作られていきます。だからこそ、日々の小さな行動の中で心の声に耳を傾けてみてください。食事の一口に感謝すること、自然の中で深呼吸すること、大切な人に笑顔を向けること、その小さな行動一つ一つが、これからの文明を支える礎になっていくのだと思います。最後まで見てくれて、ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。